sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?ヘイブン元気ですか。カウントダウンシリーズへようこそ。今の時点で大会まで残り8日間、8 days out です。増量期間も減量期間も長かったような感じがしたんですけど、気づいたらあっという間にもうピークウィークに入る寸前。今年の目標もまた大きくて、考えるだけでちょっとなんだろう、頭故障しそうになるんですけど、ただ毎日の思考はもうその日やるべきことをしっかりクリアして、もう毎日勝者、マーカンソンが去年オリンピアで自分に語ってくれたように、もうその日を勝ち取る、もうそれが今回のテーマで、今日もしっかりトレーニングやるべきことをこなして勝者で終えたいと思ってるんで、今日はチェストで、そしてショルダーでやっていきます。今回の動画はもう少しトレーニングフォーカスして、自分の体の調子とか、最後にはその、フィジークも見せられたと思ってるんで、最後までお楽しみください。トレーニング始めましょう。レッツゴー。1種目目はインクラインのチェストフライのマシン使って、本当にストレッチから収縮までしっかりと軌道を大きくして、他の種目につなげるための下準備というかウォームアップの種目ではあるんですけど、一応メインでもある、最初の種目なんでセット数はやや多めに。改善点の話になると、去年のオリンピアが最後のステージだったので、そこのフィードバック、ジャッジからのフィードバック、コーチからのフィードバック、自分自身も映像とか見ての判断が、もっとやっぱりサイズはもちろんそうなんですけど、サイズというよりは厚み、必要なところの厚み、そこがやっぱり背中の上の方の厚み、背中の下背部の厚み、全体的に厚みが必要なのと、あと胸、肩の厚み、そこを今回課題として、かなり胸に関しては、今日も後で見せられると思うんですけど、かなり去年よりは上がってきてるので、それがステージでどう見えるか楽しみというか、本当にステージ上がるまで分からないというのがこの競技の面白さっていうか怖さっていうか、自分の中でこうやってすごい納得していても、ジムで漏れてるからとかいろんな理由でステージに上がるともう全部丸裸になるっていうか、全部丸見えになるので楽しみにしておきましょう。OK、2種目目はまたインクラインのベンチなんですけど、今回はプレスやります。比較的このマシンは重量は使えます。だから結構このマシンはチェストデーに好んで使ってます。結構重量オーバーロードするのには最適なマシンなので、これが今日の一番重い種目になると思います。ただし、さすがに大会の8日前、8 days out なので、ちょっといつもの重量は使わない。でも自分の中では結構重めでいきます。OK、次行こう。今日のトレーニングは基本4セットずついきます。3種目目はベンチプレスで、この種目に関してはもう少し軽い重量で高回数、12から15レップの範囲内で狙っていきます。全体的なチェストのバランスを考えれば、優先順位的にはやっぱり胸の上部が先に来るんですけど、自分の場合はやっぱりしっかり胸の中部下部も鍛えたいということで、こういうベンチプレスとか、あとディップスみたいな種目は必ずチェストトレーニングが言えるようにしてます。今日はこのベンチプレスでっていうことで、カニキンがベンチプレスやるイメージってあんまりないかもしれないですけど、結構やってますよ。フラットベンチのメインセットは、約80キロ、決して重い重量ではないです。ただしっかりと効かせたいところにピンポイントしてやれば、この80キロでもかなりダメージはできます。
ボディビルダーのカイ・グリーンが、動画で言ってたんですけど、パワーリフターは重量を A から B まで持っていく。ボディビルダーはその A から B の間の全てがボディビルっていうなんか名言がすごく好きで、もうそこが狙いです。次で胸の最後になります。本当に胸のトレーニングの日って4種目ぐらいしかやらない。多くても5種目。なんか強化している部分とはいえ、こんな面積的に小さい部分だし、ここ数年効かせるのが上手くなると同時にもう すぐにいいトレーニングができちゃう。全く余計なところに入ってないんで、胸とか6種目7種目とやれそうってどういう思いなんだろうって最近思うんですけど、確か昔僕も結構ネチネチとねやってたんで、今の自分は本当に4種目やったらもう満足っていうか、最後の種目はケーブルで、気分によっては上部狙いとか中部狙いとか下部狙いいけるんですけど、今日は中部上部狙いでバンバンいきます。これも比較的高回数12から15レップでやや重くしていきます。かなり、課題であった厚みっていうところは、改善、去年よりは改善できたので、それステージで見せるの楽しみです。いや、胸4種目やったということで、ここからちょっと肩に行きます。肩は2、3種目ほど、行きましょう。どんどん行きましょう。肩の1種目目には、ダンベルのサイドレイズのリレー。大体2、3キロ離れでウェイトの設定をして、ピラミッドセットみたいにこう来てまた戻る。で15レップずついきます。これがきついんですよ。最後はレップ数完璧にこなせなくてもパーシャルで回数だけは絶対っていう、スタンスでいきます。これはさすがにレップ数多いので4セットじゃなくて3セットでいきます。OK。
ああ次行こう。いやこれは疲れる。はあようやくトレーニングも終わりに近づいてきました。これは今日の6種目目6種目目でリアデルト当てる、ケーブルのリアデルトフライ、リアデルトクロスかな、名前ちょっと分かんないですけど追い込んでいきます。っていう感じで明日からピークウィークに入るのかななんか今回の大会で多分、自分の競技歴の中で18回目の大会になると思います。結構なんかこの普通じゃないことが普通になってきてまあ今回の大会への思いとかいろいろあるので話しましょうか。ちょっと上行きましょう。 OK、 トレーニング無事終えて、考えてみればこの動画が海外に出発する前の最後の動画になると思うので、このタイミングで、今の自分の心境とか話せていけたらと思います。今回はもちろんアメリカの方に飛んで、第1戦目が8月5日のフィニックスプロで、その翌週にサンディエゴ、連戦をします。でなぜ、いろいろ大会ある中で、わざわざアメリカの方に飛んでそこで大会出るのか。答えはズバリもう自分をチャレンジすること。去年東京プロで優勝できてオリンピアにも出ていい結果は残せました。でやっぱり国内では自分たちの中ではすごく、フィットネスというか、この競技特にフィジークは盛り上がっていて、それがものすごい大きいように感じるかもしれないんですけど、実際アメリカの方とか海外行くともう本当に知られていなくて、こっちの選手とか、こっちのフィットネスの事情とか、本場のアメリカで言ったら変なんですけど、そこにはやっぱりトップ選手が常に存在してますし、結局はこの、カウントダウンのテーマでもある、日本人のフィジークプロがいまだにアメリカで優勝できていない、その第一人者になりたいというのが、それが自分の中の一番今強い、目的というか思いというかで、どう見てもやっぱり向こうの大会はものすごくレベル高くて、勝つ可能性が、低いって言ったら、その向こうからはそう思われると思います。選手表も近藤が出てる頃には出てると思うんですけど、今の時点では誰が出るか全くわからないなんですけど、やっぱり自分は自分のポテンシャルというか、今までやってきた費やしてきた努力に、自信があって、それをステージで見せられたらいい結果につながると信じています。ここでいろいろかっこよく語ったりとかできるんですけど、結局はステージでパフォーマンス発揮できないと意味がないっていうか、もう本当に何度かアメリカの大会とか出て、もうそれがもうすごい染み込んでいるっていうか、もうその日に出し切れないと意味がない。遠くまで飛んでいろんな、困難はあります。時差ボケとか、環境の違いとかいろいろあるんですけど、結局それを乗り切れないと、その最終的な目標であるオリンピアっていうところでやっぱり結果が残せないので、今回のこの海外での連戦、アメリカでの連戦は、勝ち負け関係なく貴重な経験にはなると思います。ただ自分の中では勝つことしか想像できないです。とりあえずこのカネキンピルスのテーマっていうか、このチャンネル始めた時から、結構無茶な挑戦はたくさんしてます。今年も自分に裏切らずに、自分でもちょっと怖くなるような大きな挑戦なんですけど、いつも皆さんの応援とかも支えもあって自分がここに入れてるっていうのもあるので、そこは引き続き皆さんの応援も期待してますし、やっぱり身近にいる人とかも、そういう人たちの力にも頼って、もうさらにパワーアップしたカネキンを、今年も見せたいと思ってるんで期待してください。明日からピークウィークで、もう本当にここからも毎日毎日体が劇的に変わっていくんで、それもすごい楽しみだし、引き続きこのシリーズで、そういうのを見せたりとかっていう感じで、カウントダウンシリーズはまだまだ続きます。挑戦はまだまだ続きます。皆さんの熱い応援いつも感謝してます。このカウントダウンシリーズが好きでしたら、LIKE とかで知らせてくれるととても嬉しいです。コメント欄もいつも通り、皆さんのコメントとかいつも読んでるんで、ご自由に。そして登録の方もお忘れずに。それでは皆さん次のカウントダウン動画でお会いしましょう。
work hard, see results. Thanks for watching again. I'll see you again soon.